日本で一番大麻の本書いてませんか？書いてますね。気がついたらね。40年も大麻に関する活動をされてきた人にちょっと今日はインタビューをさせていただく企画になってます。伝説のチャラス、もうだから何百グラム飲んで結構一応強かったんで。はい、大麻文化発信チャンネルのヨーダです。今日は中野まで来まして、こちらにいらっしゃるゲストの長吉さんにちょっとインタビューさせていただこうと思います。長吉さんの簡単なプロフィールお伺いします。はい、ここの中野、生まれ育ちです。仕事はですね、執筆とあと舞台の制作をずっとやっております。主に大麻の本を気がついたら、10冊近く書いてたという感じですね。はい、25冊ぐらいは携わって。それ全部大麻関連の本？いや、大麻の本が半分ぐらいかな。あとは大麻の本だね。考えてみたら日本で一番大麻の本書いてませんか？書いてますね。気がついたらね。はい、ちょっと一部しか持ってこれてないんですけど、こういう本だったりとか、長吉さんが作ってるジンマガジン1冊300円で10ページぐらいですかね。そうですね。いろんな観点で大麻に関して執筆活動をされてて、大麻と神道の話だったりとか、本当にいろんなカテゴリーで大麻に関して執筆活動をされてきて、40年も大麻に関する活動をされてきた人にちょっと今日はインタビューをさせていただく企画になってます。17の頃からっていう話なんですけど、その実際活動を始めようと思ったきっかけはまた別にあるんですか？17、18で吸い始めて、こんないいもんなんだというやっぱ衝撃があったわけです。1961年生まれなので、17、18って1978年、9年ぐらいなんですけど、大麻ってどういうものなのっていうのを調べ始めるんですね。でインターネットないけど海外から戻ってきた人に聞いたりとか、あるいはレコードのライナーノーツ読んだりとかですねいろんな本当に細かい記事を、拾ったりなんかして、カリフォルニアの医療大麻の先駆けみたいな動きが始まったのが80年代だったので、それの情報をずっと集め始めるんですね。でこんなに悪くないものがね、禁止されてるのはやっぱりみんなと同じですよ。調べれば調べるほど同じように思ってた人がたくさんいるっていうことに気づいて、大麻の良さを伝えようということで、20代の頃はタイ行ったりとかね、インドと連携取りながら持ってきてね、でみんなに配ったりとかパーティーみたいな感じで人を集めて、そこでみんなで炊いたり、今だったらね結構やってるのかな、若い人たちが。だからだからそういうことをやってました。20代はね。20代は。でマナリにね、北インドの方の拠点があって、だからマナリにチャラスを持ってきて、そういうのをばらまいてましたね。チャラスとハシシはちょっと違うんですよね。ハシシは違いますね。チャラスってバッズがあって、群生してるじゃないですか。手もみするわけですよね。で樹脂を取る。そう、樹脂取ってそれをこうやって、で固めていくっていう。ハシシの場合はプレスしていくんですよ。それをほぐしてね、でタバコと混ぜて、例えばチラムにしたりとか、巻いたりとか。長吉さんの周りは本当知的好奇心が強い人が多かった。好奇心多かったですね。すごいですね。そこまで突き詰めていかれると。実際配ってたっていうのはもうとにかく吸ってみろみたいな感じで無料で配ってたってことですよね。無料でもかなり無料でもないな、かなり安くね、商売しないでね、っていうことでみんなに言うわけ。その後全然知らない人でも話を聞くと、あれねっていう、ネタねっていうのがありましたよ。伝説のチャラス、A の位置とか B の位置とか全部紙に書いてラッピングして飲んで、それ持って帰ってきて、で出して剥いて、ケツから出す。ケツから出して。うわー、すごい。もうだから何百グラム飲んで結構一応強かったんで。アングラな活動を経て、なんかちょっとより公共性がある活動を今されてるじゃないですかね。ちゃんとしたな活動というか、ちゃんとしたってなんだって話ですけど、2つあって、1つは丸井秀弘弁護士と、お会いしたというのが一つですよね。みんな仲間がいるんだなっていうのがあって、で何人か活動家の人たちとそこで知り合って活動していくっていうのと、作
家の僕がマネジメントしてる関係で本を書き始めるんだけど、はい、ルーディーズクラブっていうロック雑誌が当時あって、それが浅野こと書き始めた最初かな。ロック雑誌で大麻に関してのコラムみたいなの書いてた。そうですね。芥川裁判などでこう活躍された丸井弁護士とこう出会うきっかけがあったっていう話なんですけど、そこで結構いろんな活動家の方とつながっていくわけですよね。そうですね、そこでつながっていきますね、はい、クローズアップ現代っていう NHK の番組があって、そこを丸井先生たちがインタビューを受けたんだけど、すごくいいことが話したんだけど、はい、タイトルがその、若者に広がる大麻汚染っていうタイトルで非常にそのダークに扱われたので、それで丸井先生とかおかしいということで NHK を訴えたんですよ。80年代の後半からインターネットがやっと出てきて、僕の先輩が紹介してっていうか、いやこいつネット得意なんでみたいな、ネット得意じゃないんだけど、とりあえずその口実で行くわけです。掲示板とかのね、管理人とかしつつ、朝のことをずっとそこでやり始めるんですけど、丸井先生とあと中山康直氏という、彼も活動家で、中山康直って朝の世界ではやっぱりリーダー的な存在でしたよ。また始めると思いますけど、ヘンプカーっていうヘンプシードオイルで車を走らせて全国、縦断してワークショップやったりとか各地でっていうのも実際にやられてる方。実際にやっていやいやもう本当すごいんだよ。そんな活動をされてる方がいるんです。そう全然 CBD なんか出てくる前ですよね。全然出てくる前ですよね。90年代になってCBD の効果効能だとか、カンナミロイドの研究が一気に進むじゃないですか。だからそこからだねやっぱりね。大麻関連の結構いろんな裁判にもこう関わられてるじゃないですか。一番最初にこう仕事として入ったなんか裁判って何裁判なんですか？仕事というかその活動として本格的にやったのは中山康直裁判かな。中山さんは裁判してるんですよね。中山さんとは大麻草検証委員会っていうのを僕ら作ったんですよ。その途中で捕まっちゃうんですね、中山康直が。でそこでみんなよしとよしっていう話で、で東京地裁で裁判が始まるわけです。ちょっと違法捜査に近いものがあったりとか、いろんなことがあったんで13回後半やりましたね。1年以上やって、一番大きなところでしたけど、その3倍ぐらい人が来たりとか、かなりの状況になって、その時の弁護士は丸井先生ですね。実際どうなったんですか、中山裁判。基本的には同じですね。結果的には何も変わらず。中山裁判は何年代ですか？2000年代ぐらいですか？そうですね、2000年代だと思うね。その辺から裁判にちょっと関わり始めた。関わった裁判ってもうかれこれ結構あるんですか？表立ってそういうふうにやったのは中山裁判と、あとその後山本正光さんのね、医療大麻裁判ですね。それどういった裁判だったんですか？これはね、山本正光さんという方が当時55、6だったのかな、フレンチのシェフをやってらっしゃったんですが、末期がんになるんですよ。お医者さんがこれまでというふうな話になった時にネットで調べて、これ大麻がいいと書いてあると、なのでこれをちょっとやってみようって、余命半年って言われてましたから、そこで種を入手して栽培するんです。医療大麻を考える会とも合流して情報収集も始めて、酒飲みで元気でね、余命半年とは思えないぐらい熱燗飲む人なんだけどあるところで路上で痛み止めでジョイント持ってたのが捕まっちゃって、食し続けて放流されちゃうわけですよ。本人としては自分の命の問題があるから静かにね、大麻のことを摂取して食欲も出るからうまくやってたんだけど、留置所入れられて一気にそこで体力落ちるわけですよ。で薬もその痛み止めのね、1日の量決められてるけど、本当に痛かったら飲んだりするじゃないですか、ちょっと多めに。でそういうのも一切ダメで、20日で出てきた時にはもう体力すごく落ちてて、それから裁判始めるんですよね。でその裁判っていうのは要するに刑としては一般の単純所持ではあるんだけど、
だけどこれ医療の問題で使ってるわけだし、それこそどっかから買ってきたわけでもないし、自分家で栽培して使ってるわけだし、大麻が危険だって言っても余命半年しかない人だからね、他に方法があるんだったら教えてほしいと。それを吸うことによって痛みが止まるし食欲が出るので、自分にとってはこれが最良だと、他に方法があるならそれに従いますから、言ってくれっていう話を問いかけるわけですよ。でこう弁護士とやっていくわけですよね。法廷内では何やってるかっていうと、いろんな資料を出すわけですよ。これは不同意されるわけです。不同意されるんだけど、ちょっと待ってくれと、これは医療として人間の命がかかってる問題だし、それをわけのわからない説明もなく不同意するっておかしいと、これはもう正々堂々とやってくれというような異例の嘆願書を弁護団が出すんですね。それはそうだということで、裁判官がそれを同意するわけです。全てではないけど何個か同意して、それからもう始まるんですね。検察側はそれに対しての反論っていうのが全く出てこないんですよ。で一つだけ出たのが、ある日本の博士が出した科学雑誌に出した記事ですね。エッセイですよ。それを出してきたんだけど、出してきた時がね、なんか向こうも混乱したんだろうね。これを出しますって検察の内部になんかファックス送ろうと思ったら、間違えてこっちに送られてきていやこれ違うでしょみたいな、これ出そうとしてるのな、これしか出せない、要するにないわけですよ。ちなみにその大麻取締法違反ってことなんですよね、シンプルに所持してて。そうですそうです。結審まで終わって判決が出る1週間前に亡くなるんだね。じゃあその裁判の行方はもうわからないですね。だからこれが無罪になることはなかったという人たちもいるし、結局被告人不在死亡でおしまいっていうことになって判決です。だから無念でしたね。これ医療大麻入門っていう本に僕書いてるけど、それを読めばどういう裁判だったかっていうのは分かりますけど、それはぜひちょっと読んでもらいたいなと思います。分かりました。山本裁判の話が2010年代の結構メインな活動だったっていうことで、次2020年代どういう活動をされてきたのか、もう直近の話になると思うんですけど、聞かせてください。クリアライトっていうですね団体を作ったんですね。これは任意団体なんですけど、丸井弁護士が理事長で、僕と大藪さんとあと2名が理事としてやってる団体なんです。今ねもう CBD がこれだけ広まってきたりとか、だから割と固まってきたんだけど運動が、でも実際に思考っていうことに対してなおざりになってるっていうかね。実際僕らがやることっていうのは、もちろん産業とか伝統とか医療とか、改めて人権問題として伝えていくっていうことが必要だと。だから大麻取締法の全面撤廃、非犯罪化いう形から進んでいければ、あと環境についての大麻っていうことを主張する団体が必要だろうということで、一昨年ですかね結成して活動を始めたんですね。だからその中では去年、前、国会議員にアンケート調査したりとか、大麻についてのそういう形で正面からね、大麻思考がなんで悪いのっていうようなことを主張していく、CBD とかヘンプの方から世の中変わってくるっていうのは欧米もそうだから、日本もそういう流れになってきますけど、必ずこれって置き去りにされる問題なんですよ。なんでそれはもう見えてるので、そこについてちゃんと主張する団体がいないとやっぱまずいというふうに思ったので、僕ら改めてそのクリアライトという団体を設立したということですね。そのクリアライトで今真っ先に取り組んでる裁判っていうのが大藪裁判。そうなぜ大藪さんの裁判なのかっていうのがなんだけど検証委員会で中山康直が捕まったのと同じようにですね、クリアライトを設立して去年の2021年の8月8日葉っぱの日に大藪さんも職質で捕まってしまったと。今裁判が始まっていて、中山康直裁判の時は大麻というのはどういうもので、海外ではどういうふうなものになっているっていうような話をずっとしてたんだけど、あれからもう10年経って、WHO の見解も国連の見解も変わっていていう中で、もう一度確認していく作業を今していて、僕も含めて証人4名と27通の
証拠を出したんですが、それがまあ今検察で不同意されようとしていると、少なくともその公平な裁判をしてくださいって、はい、今まで全部そういうのを出しても不同意ですよ。不同意すると議論ができないので、それで署名を協力してみんながやってくれたりとか、海外からもやってくれたりとか、そんな中3回目この間裁判官が変わったんですよ。はい、でなんと今回の裁判官っていうのが中山康直の時の裁判官だったの。因縁ですよ。はいはい、今度こそはね、ちゃんとしっかりと判決を出してほしいということで、その裁判官が出てきたってことはもうじっくりやるっていうふうに向こうも腹決めてきてると思うんで、これからねどうやって戦っていくかっていうのは見ものというか、そうですね、署名活動をすることで確実に裁判官とか検察の方にはプレッシャーがかかってるんで、皆さんにもちょっとご協力いただいて、もうとにかく関心持ってもらって、裁判記録とかノートに書いてたりとか、それもちょっと見たりとかいろいろ拡散してもらえるとありがたいなと思います。今我々にできることが署名活動。そうですね、ぜひ署名の方を、署名をぜひちょっとリンクを貼っとこうと思うので、よろしくお願いします。なんか最近 CBD ユナイトっていうのをやられてるって聞いて、CBD ユナイトっていうプロジェクトを作って、協力し合って CBD の製品を作っていく過程をみんなに見せていこうと。まあ第1弾っていうのがCBD ハーブキットっていうのを作ったんですよ。いろんなもう10種類ぐらいのハーブとともに乾燥大麻も入れて、でアルコールで抽出してでティンクチャーを作るっていうレシピがあるんだけど、これをぜひ日本で再現しようっていう話で、もちろん乾燥大麻使えないから、その分はピュアな CBD オイルをボトルで1つ入れて、カモミールとかバレリアンとかいろんなものをですねキッチンでね、アルコールで抽出してもらって、最後にその CBD のオイルを入れてティンクチャーにしてるっていうような、結局大麻も要するに CBD もハーブなんだよってことを知らせたいっていう思いなんですよ。ちょっと宣伝になっちゃうけど、8800円なんだね、まあ葉っぱだからこう本当に手に入らないようなハーブが入ってるんだけど、それとともにティンクチャーの CBD も入れてるんですよ。1500ミリ入ってるのだから、これはこれだけでも8800円は安いですね。ぜひお試しください。ちょっと最後に日本はやっぱ大麻合法化されると思いますか？されると思いますね。時間の問題はありますけど、段階的にいくと思いますし、やっぱり今日本って禁錮刑しかないわけですよ。そうじゃなくて、そこのまずバランスをね徐々に変えていくというかね、いうことであれば、僕は時間の問題で5年なのか10年なのか分かりませんけど、施行用に関しても、フリーな状態になってると思いますけどね。リーガライズいけるだろうと、そのために僕らやらないといけないってことですけどね。棚ぼたはないですから40年大麻の合法化活動されてきた方がいての今っていうのを改めて感じて、僕らもちょっと貢献できればと思ってますので、頑張りましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。